はい、皆さんこんにちは。ウェブじいさんです。今回はですね、65歳のじいさんが、弾丸ツアーで富士山に登ってみたがこれはしんどいということでですね、富士山の登山についてですね案内したいと思います。今回はね、VIP ツアーという割と格安の料金のツアーでですね、名古屋発、ガイド付き富士山を歩こうというプランで1人2万2000円ぐらいだったですかね。そのくらいのツアーです。家内と2人で行ったわけですけども、ルートはね吉田ルートを利用しました。名古屋をですね朝8時に出発しまして、富士宮から山梨県の富士スバルライン5合目、これを目指します。人数は10名程度で20代男性2人組、それから20代女性2人組、小学生の女の子とお母さん、私と同年代の男性、もう一人、若い20代の女性がいらっしゃいましたね。ですね、ちなみに、私先ほど述べましたけれど、私も65歳ということになります。旅程はねこのようになってます。8時名古屋 VIP ラウンジ出発、途中東岡崎で参加者をピックアップし、14時30分富士スバルラインの5合目で、高度順応で少し休憩を取ります。でその後登山です。で、初日8合目の元祖室というところまで行きます。山小屋ですね。でその後仮眠をとって1時半に起床し、2時から山頂に向かいます。そして山頂でちょっと待った後にご来光を見て、9時には5合目の方へ下山しておかなければいけないということですね。で10時に富士山5合目を出ます。で12時に富岳温泉というね近く富士宮にある温泉に行きまして、2時間近く休憩、お昼ご飯と休憩を取ります。でその後浅間大社、お宮横丁30分、よくわかんないですけどねそして、7時半ごろ名古屋に到着というようなこういうルートで、行くということになりました。まずですね結論から言うとね、高齢の方、これはこのツアーには向いてないです。はっきり言ってこのツアーは、弾丸ツアーです。ツアーにケチをつけているわけではありません。もちろんね若い人には問題のないツアーかもしれませんし、格安ということもありますので、その辺では問題ないのかなとは思います。しかしじいさんというかね年寄りには割としんどいツアーです。名古屋からねずっと高速を使って行きます。やっぱり富士山が見えるとですねちょっとテンションが上がります。富士スバルライン登山口スタートですね。この時点で時間は3時です。ここからですねトイレは有料です。富士山保全協力金1000円ですが、払います。5合目が他にもあるので、富士スバルラインの5合目に戻ってくるのを、忘れないようにお願いします。いよいよですね、5合目からスタートしていきます。最初はね緩やかなこういう道なんですけどね、非常に歩きやすい道です。
とね、ガスってきましたね。下の方から雲が上がってきました。石畳をこう登っていくんですけどね、外人さんも結構いらっしゃいますね。5合目から6合目に行く時なんですけども、落石防止のこういう屋根付きの歩道、ロックシェルターというらしいんですけどね、こちらの方に差し上がりました。前を歩いているのが私のグループなんですけれど、女性2人、若い女性なんですけども、1人はサッカー経験者、もう1人はバスケット経験者ということで、かなり健脚みたいです。標高2390メートルの富士山吉田口登山道6合目にあるこちら富士山安全指導センターということですね。6合目です。ちょっとね、雲はあるんですけれど、ガスも晴れでね、辺り非常に綺麗です。上を見上げて見えるのはこれ8合目あたりでしょうかね。頂上はもちろん見えません。あの上に見えてるのって何合目だと思う？7合目とか。ここからしばらくはですね、ジグザグのつづら折りの道が続いていきます。富士山はね、日陰がないんでですね、日差しがある時っていうのはもう熱中症に注意が必要ということになりますね。日焼け止め、サングラス、帽子、これは必須ですね。7合目途中からはですね、こういった、急な岩場になります。足滑らせないように注意しないとね。本日8月30日の日没が、18時16分ですので、もうすぐ日が沈みます。今日8月30日はですね、今年最大の満月スーパームーンということなんです。月がとっても綺麗に大きく見えてます。夕焼けがとっても綺麗です。クジラのような形をした山中湖も見えています。綺麗に見えてるのが富士吉田。もう辺りすっかり日が暮れてですね、ヘッドライトを点灯しての登山です。スーパームーンもですね、とっても綺麗です。
向こう側遠くに見えている光、これはなんか東京の光ということです。まあいいや、もうすっかり夜道です。ちょっとね、先が見渡せないっていうのがですね、怖いですね。恐怖はありますよね、これ。気温は10度前後でしょうかね。ちょっと風もあるんでね、少し寒さも感じます。でですね、私ですね、お恥ずかしい話、7合目の途中で右足を滑らせて太ももが思いっきりつりました。動けなくなりました。もうガイドさんからね、水を飲んだり塩飴を舐めたり、そういったものを勧められたんですけども、ちょっとなかなかね、回復できずに、少し到着が遅れたということになります。ただね、この時に、非常にいいのが、漢方防風通商酸エキス、これがね、すごく効くというふうに人に聞いてたんですね。で登山のお供にはいつも持って行ってますので、殿下の宝刀をちょっと飲んでみました。これね、一気に痙攣止まるんですよ。嘘みたいに。長くは続きませんけども、もう一時的には痙攣止まりますんで、試してみる価値はあります。でね、右足をね、かばいながら、山を登り続けるわけなんですけども、もちろん、他の人からね遅れとるので、ちょっと他の人には先に行ってもらいました。で、右をかばって歩いていると、今度は、左側の足、こちらの筋肉にも痛みが出てきました。満身創痍みたいな感じでね、よたよたと登っていきました。で先に登ってもらうことにして、皆さんはね、9時ぐらいには着いたみたいなんですけれども、それから遅れることやっぱり1時間、22時過ぎですかね、山小屋へ到着しました。でね、ここでね、ご来光を見るということで、次の日山頂でご来光を見るということで、これはここで 2,3 時間休憩した後、 2,3 時間ですよ、休憩した後山頂を目指すということなので、これね、まだ右足の痛みが引かなかったので、ちょっと私の方はね、他の人に迷惑をかけてもいけませんので、ここでね、無念ですがリタイアしたということでございます。年寄りがですね、いくつからっていうのもね、その方のね、体力とかいろんな問題がありますので、いくつからなんていうことは言えませんけれども、やはり50代半ば過ぎればちょっと考えた方がいいのかなっていうふうに思います。そのですね、高齢者に向いていないっていう理由なんですけども、やっぱり富士山の5合目スタートが夕刻4時、16時です。もしかしたら東京からのツアーの人たちはもう少し早い時間に登るのかもしれませんけども、名古屋からのツアーはだいたい16時以降です。そして8合目まで目指すわけなんですけども、一般的にはやっぱりこのルート、でも 5,6 時間かかるわけですね。もちろん4時間半で行くっていうような人もいるかもしれませんけども、だいたい5,6 時間はかかります。ということは16時に出発したら21時もしくは22時近くになるということなんですね。ガイドさん曰く、山小屋の食事はカレーですと、ですけども、20時30分までにしか、提供していませんと。その後はいなり寿司ですよということで、頑張りましょうなんていうふうに軽く言われました。このトータルすれば4時間半がタイムリミットということになるんですね。ガイドさんはね、とても女性なんですけども、とってもいい方で、ものすごく頼もしいガイドさんでした。それは置いといて、
それ以降はね、いなり寿司ということなので、もう16時に出発したらいきなりいなり寿司確定ということになりますね。で、私が行ったのがですね、8月30日ということですので、日没が18時18分になります。18時18分ということは、もうライト点灯しなければいけないということなんですね。ヘッドライトをですね。そして、そのヘッドライトをつけて、2時間以上山を登らなければいけないということなんです。でしかも7合目から8合目にかけて岩場を登るんですね。でもこれ若ければいいんですけども、こちとら年寄りですからね、普通で歩くのもおぼつかない年寄りですから、危険すぎますよね。とってもね、20時30分までにね山小屋には到着できないということです。これはねやっぱりしんどいですよ。また後半へ続きます。